にちは、ももトラベラーです。午前10時、ももたちはオックスフォード駅に集合し、いよいよコッツォルズへの旅が始まります。7人乗りのバンで個性豊かな村々を1日かけて巡るツアーです。この旅ではただ景色を見るだけではなく、その土地の空気、人、文化にも触れていきます。この日はももを含めて7人が参加。初対面の人ばかりだけど、なんだかすぐに打ち解けられそうな気がします。バンに乗り込むと、ガイドさんが早速面白い話を聞かせてくれて、その中でもコッツォルズの名前の由来がとても印象的だったので、最初に少しだけご紹介します。No? Something wood. No, it's not actually. It's two words. So Cots is the first word, which means sheep pen, and then Wolds means hills or hilly area. コッツォルズ、それは丘の上の羊たちという意味の名前を持つ美しい田園地帯。コッツは古英語で羊の囲い、ウォルズは丘を意味します。その名の通り、なだらかな丘には羊たちがのんびりと草をはみ、かつてこの地は羊の背にイングランドの富が乗っていたと言われるほど羊毛で栄えていました。中でも特に有名なのがコッツォルズライオンという品種の羊。その豊かな毛並みは世界中で最高品質とされ、14世紀から16世紀にかけてこの地域を大いに繁栄させました。今日訪れる村々には当時の面影を残す石造りのコテージや800年を超える歴史を持つ教会も残っています。楽しみ。さあ、そんなコッツォルズの物語を少しだけ覗いてみましょう。最初に訪れたのはグレートテュー。この村に足を踏み入れると、まるで時間が止まったかのよう。400年以上前から変わらないかやぶき屋根と蜂蜜色の壁。静かなこの場所にはどこか懐かしさを感じます。まるで絵本の中のような小さな村です。地元の人も住んでいます。小鳥のさえずりが心地よい場所です。ももたちは次の目的地に向かっています。ストー・オン・ザ・ウォルドに来ました。コッツォルズで最も標高の高い町で、美しい広場と石造りの建物が魅力です。人が集まってますね。なんだろう。おー、すごい。まるでファンタジーの世界。セントエドワーズチャーチの木の門です。実はロード・オブ・ザ・リングのドアに似ていると言われています。記念撮影しようと思ったんですが、まさかの行列で、今回は諦めました。また来る理由ができたってことですね。ちょっと一休みしたくなって立ち寄ったのがこのカフェ。コーチハウスコーヒーっていう名前の通り、もともとは馬車小屋だったんだそうです。ワンちゃんもいる。イギリスでは犬と一緒に入れるカフェやレストランがとても多くて
驚きました。それもそのはず、イギリスでは犬は家族という考えが根付いていて、カフェやパブは地元の人やワンちゃんたちが自然に集まる場所なんです。さて、何を食べよう。お腹空いてきちゃったな。Hello. Do you have scone? スコーンも気になったけど、今日は売り切れだって。Can I have coffee? And thank you. Thank you. 席まで運んでくれるそうです。Okay. 2階に来ました。窓側の席を運よく確保できて、目の前にはストーン・オン・ザ・ウォルドの街並みと行き交う人々の姿が広がっていました。穏やかな時間が流れるこの空間でいただいたのは、ふわっと香るアーモンドクロワッサンとコーヒー。外のにぎわいを眺めながら静かに一口。旅の一休みにぴったりの心地よい窓辺の時間です。ここはローワースローター。名前だけ聞くとちょっと物騒に感じますが、実は泥の道という古い言葉が語源なんだそうです。でも目の前に広がっているのは驚くほど静かで美しい風景。川の水は澄み切っていて、まるで鏡のように空や木々を映しています。この川沿いの道をただ歩いているだけで時間がゆっくりとほどけていくような感覚になります。歩いているとまるで物語に出てきそうな家に出会いました。素敵ですよね。コットルズの家々はただ建物が美しいだけじゃなくて、壁を伝う花や木々がその景色に命を吹き込んでいるように感じます。この季節はちょうど花が見頃で、どの家もそれぞれ違う色や香りをまとっていました。こんな場所に暮らしていたら毎日がきっと少しずつ優しくなれる気がします。こちらも素敵なお家。水車が見えてきました。かつて水車で粉をひいていた風景が今もそのまま残っています。絵になりますね。そしてコッツォルズの中でも最も美しい村と名高いボートン・オン・ザ・ウォーターへ。こ
こはコッツォルズのベニスと呼ばれるほど美しい川が村の中心を流れています。石造りの橋がいくつもかかり、歩く人も座ってアイスクリームを楽しむ人もそれぞれの時間を過ごしていました。今日は日曜日、観光客でとてもにぎわってますね。村全体がちょっとしたお祭りみたいな雰囲気です。ここにもワンちゃん連れがたくさん。カモものんびり気持ちよさそうに泳いでます。気がついたらずっと川沿いを歩いていました。景色が美しくて立ち止まるのがもったいないです。ほんと水が透き通ってて綺麗。見えてきたのはベーカリー・オン・ザ・ウォーターというボートン・オン・ザ・ウォーターで人気のパン屋さんです。評判を聞いてランチに立ち寄ってみたのですが、ご覧の通りの行列。お腹が空いていたのもあり、今回は泣く泣く断念することに。また次回リベンジしたい場所が増えました。このお庭とても素敵でした。きちんと整っているのにどこか自然のままの豊かさがあって、イングリッシュガーデンは人工的というより自然と一緒に育てているような優しさが伝わってきます。こちらはコッツォルズの玄関口と呼ばれる村、バーフォード。通りにはセンスのいい雑貨屋さんやカフェが並び、奥には歴史を感じる教会もあります。時間があればのんびりお買い物したくなるかわいい街でした。ツアーも後半に入ってきています。のどかでイギリスらしい風景ですね。しばらく車窓をお楽しみください。次に訪れたのは静かな村、スウィンブルック。見覚えのあるこの教会、映画ブリジット・ジョーンズの日記の結婚式シーンで使われたロケ地なんです。教会の中はステンドグラスがほとんどなく、自然光がたっぷり。その理由は第二次世界大戦中、ドイツの爆撃機が余った爆弾をこの村に落とし、窓が吹き飛んでしまったからなんです。村の人々が割れたガラスを集めて作った再建された小さなステンドグラスが今も残っています。
教会の墓地にはウールグレイブと呼ばれる羊毛産業に関わった人のお墓も。そしてここにはヒトラーの恋人だったともスパイだったとも言われる英国貴族出身の女性の壮絶な人生の痕跡も。真実かどうか誰にも分かりませんが、教会の片隅にはそんな数奇な運命の気配がそっと息づいているような気がしました。ガイドさんの話、本当に興味深かったです。いよいよ旅の最後の訪問地、ミンスターラベルにやってきました。駐車場から小道をのんびり歩いて向かいます。道沿いには春の花が咲き乱れ、自然の美しさに癒されます。牧場ではロバたちがのんびりと草をはんでいて、ほのぼのとした風景が広がっていますね。ここミンスターラベルホールは15世紀に建てられた貴族ラベル家の屋敷跡です。かつてこの家の主人だったフランシス・ラベル卿はバラ戦争でリチャード3世に仕えていましたが、その後騒然と姿を消しました。18世紀になってこの館の地下から発見された骸骨が彼ではないかと噂され、今でもその真相は謎のままです。またこの場所はイギリスの幽霊スポットとしても知られており、満月の夜には白い服の女性の姿が現れる、そんな伝説も残されています。気がつけば旅もそろそろおしまい。コッツォルズの優しい風景にすっかり癒されました。石造りの家にお花にアイスに、そしてロバー、なんでもない風景がどこか特別に感じるのがこの場所の不思議です。またいつかのんびり時間を味わいに行きたいですね。最後に、今回参加したツアーの料金は15,252円。約7時間でしたが、とても充実した内容でした。コッツォルズは村が点々としているので、ツアーに参加した方が効率よく回れますよ。それではコッツォルズの旅はこの辺で。